こんにちは、やすいです。今日の漢字は、音、明るい、暗いという漢字を勉強していきたいと思います。まず、音ですね。音は真ん中から1、2、3、4、5、6、7、8、9です。はい。皆さん見てください。これは何ですか？これは立つという漢字ですね。立ちます。立ってください。そしてこの下ですね。この下は火という漢字です。これを、ね、組み合わせて音という字です。もう一度書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9。ちょっとごめんなさい。はい、書き順はですね、立つと一緒です。1、2、3、4、5ですね。6、7、8、9と書きますね。1、2、3、4、5、6、7、8、9ですね。で、読み方は音とかねとか音と読みます。音ですね。例えばピアノの音とか、これギターです。ギターのこの音ですね。これは音と言います。音です。例えば何かピアノの音とかね、音が聞こえてきたときに、あの音は何ですか？音とは、例えば先ほどのピアノですね。ルルルルね、ピアノね、ピアノとても綺麗な音ですよね。その音の色ということで音色と言います。例えばピアノのね、ピアノよりもバイオリンの音色の方がとても綺麗ですとかね、バイオリンの音の方がとても綺麗ですね。反対にピアノの方の音色の方が、音色の方がとても綺麗です。好きです。そういう風に使います。あとは日本語の音、発音ですね。皆さん発音、あいうえおかきくけこね、こう日本語の発音ね。皆さん発音は上手ですかとかね、英語の発音とかモンゴル語の発音ね、それで発音と言います。あとはミュージックですね。ミュージックは音楽と言いますね。音楽もこの字です。音楽ね、音楽が好きです。私は音楽が好きですね。こういうふうに使います。次は明るいと暗いという字を勉強します。明るいという字はこの左側ですね。左側に1、2、3、4、5、6、7、8と書きます。もう一度。1、2、3、4、5、6、7、8ですね。このポイントは皆さん、ここだけ見ると日という字ですね。日という字と、こっち側は月ですね。月曜日の月とかね、月という字を足して明るいと言います。明るいですね。でバランスなんですけども、火がね、例えば大きくてね、こういう風に書いてしまうとね、一つの文字に見えませんからね、左側の火という字は少し小さく書きましょう。小さく書いてくださいね。バランスね、ここが小さく書いて、ここが大きくですね、書くということです。書き順は火と同じ1、2、3、4ですね。1、2、3、4で月も同じです。5、
と書きます。123456788ですね。ここしっかり跳ねるようにしてください。読み方は、明るい、ね、明るいの赤の部分だけ漢字で読みます。明るいとかね、開けるとか、めいというふうに読みます。例えば今は部屋が明るいですね。電気をつけます。部屋が明るいです。部屋がね、明るい。部屋が明るいですとかね。あとは例えばね、私よく言われます。私の性格、キャラクターですねは明るいです。いつも元気です。そして明るいですね。ですから、ね、性格が明るい、こういう時も明るいというふうに、使います。あとは例えば、夜は暗いですね。夜から、日が昇ります。太陽が出ます。夜が明けると言います。夜から朝になることを夜が明けるですね。夜が明ける、夜がね、明ける、夜が明けます。夜が明けて外が明るくなりましたね。この字を2回使いますね。夜が明けて明るくなりました。あとは皆さんに今私が漢字のね勉強をこう説明しますね。この時にも説明というのはこの漢字を書きます。説明するですね。説明で、特別な読み方です。皆さんも知ってるね、今日とか明日のことね。明日というのを漢字はこう書きます。明日ね、明るい日と書きまして、ね、これは特別な読み方です。明日と読んだり、これね、明日と読んだり、明日、両方ね、読みます。明日のことを明日とも言いますね。漢字は両方こっちです。同じですね。この漢字を使います。では次、反対の言葉、暗いです。暗いを勉強していきます。暗いですね。暗いはここ同じです。明るいと同じ日という字を書きます。1、2、3、4ですね。そしてさっき勉強した音ですね。音という漢字を書いて暗いと言います。もう一度書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13画になりますね。漢字は同じですね。ここバランス的にはね、こんな感じかな。こうあってこんな感じですね。3つのパーツに分かれていて、書くようにしてください。はい、書き順は同じです。1、2、3、4、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。もう何回もね、こう日とかね、こういう書き順ね、勉強してますから、皆さん大丈夫だと思います。よく書いてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13画です。読み方は暗いですね。暗いの暗ね。いはひらがなですね。暗いというのと、あんと読みます。あんですね。先ほどの部屋が明るいですね。電気を消します。部屋が暗いですね。反対に部屋が暗
暗いですね。まあ、性格もね、あの人ちょっといつも暗いね、いつもこんな感じね、あんまり笑いません、元気じゃないです、ちょっと暗いです、あの人暗いです。これあまりいい言葉じゃないですから皆さん使わないでくださいね。はい。で、例えば、外がね暗いです。もう夜になりました。The outside、 外ですね。外が暗いです、ね、これも暗い、ね、同じです。暗いですね。あとは皆さん、日本語を勉強しますね。覚えますね。何も見ないで覚えます。暗記しますね。暗記すると言います。暗記ですね。暗記するの暗記してくださいっていうのは、何も見ないで言えるようにとかね、覚えるようにしてくださいということです。暗記し、あとは、暗算、これね、何も見ないでっていうところで同じですけれども、暗算します、例えば計算をしますね。300×256 はこう紙に書いてこう計算したりとか、電卓ですね、叩いて計算するね、そうじゃなくても頭の中ですね、頭の中でピピピピピって計算する、これを暗算と言います。暗算ですね。皆さんは暗算できますかね、こう暗算、これが暗算と言います。そして、もう一つ最後はこの明るいとねいう字と、暗いという字ね、両方の意味の言葉があります。それが明暗というですね。明暗と言います。明暗ですね。はい。皆さんの前にも勉強しましたけど、上と下で上下とね、反対の意味を持つ漢字を一緒に合わせてですね、一つの言葉、ね、両方の意味を持つ言葉を作る、ことがあります。これ漢字はとっても便利な、言葉ですね。はい。なので覚えていきましょう。はい。皆さんしっかりね、何回も書いて似たようなパーツたくさん出てきますからね、しっかり覚えてください。頑張ってください。